はい、双子座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は12月末年末までの大まかな流れや気をつけることをまとめて見てみたいと思います。お願いします。それから2025年のアペラノートご予約してくださった皆さん本当にありがとうございました。こちらノートになっているものは10月14日までの受付になっています。でもちろんPDF 楽しみにしてますよというコメントもありがとうございました。はい、PDF は11月末からになります。ご興味ある方はぜひ概要欄やコメント欄から詳細ページご覧ください。では行きましょう。年末までの気をつけることです。よろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ソードの 7の逆、ワンド2の逆、カップ8、スター逆、ペンタクルス10の逆、カップページ、カップナイト逆ですね。気をつけることや対策がタワーとペンタクルス3逆とオラクルはワンドクイーンの逆です。なるほど。すごく思ったのがですね、年末までの流れなんですけれども、来年も大きなチャンスもちろん来るわけですよね。来年の前半はもちろんまだまだ木星発展繁栄を示す木星は双子座を応援してくれてるし、さらにね6月とか非常に良くなってくるわけですよね何がって感じですけど、とにかく勢いがすごく増してくる。なのでもし年末までの一番何を気をつけたらいいのかって言ったら、自分がなりたい自分になるための準備をしてねっていう感じがすごくしました。特にこれは別にもう11月って決めなくてもいいんですけれども、エネルギー的にはやはり11月ぐらいっていうのがちょっと宇宙の流れ的には結構動くんですよね、いろいろ。で、10月は楽しんでねとか、喜び何を選択しようかなとか、何に挑戦しようかなって期待とか喜びとかを膨らませておく感じですよね。そして10月23日以降っていうのは日常を整えたり、じゃあやることやっとこう、義務を果たそう、準備しようということで、11月の後半ぐらいになると実際につながっていってくださいと、もうやってくださいみたいなそんな感じがあり、何かとつながると思うんですよね、その時点で11月の後半ぐらいから。で12月はちょっと外の風回りがちょっといろいろまた逆行したりとかして忙しいかもしれませんが、でも双子座の皆さんふんだんにそれは活かせますので、何か本当にねやりたいことだったりとか、今までちょっと遠慮していたこととか、状況的にちょっと保留にしていたこととか、それをやるんだったらちょっと覚悟がいるから置いていたこととか、そういったこと、一時的に何かを保留にしたり壊してもいいから、本当にやりたいことにチャレンジしてねって、その準備をしてねっていう感じがしたんです。でチャレンジせざるを得ないような状況が、来年入ってくるので、それまでに今のうちにやってきたかったことやってよみたいな、勉強したい人はとことん勉強してねみたいな感じで、しかもそれがこの勉強してどんなメリットがあるんだとか、どんなメリットがあるんだろうとか、どう役に立つんだろうっていうその計算とか戦略とかじゃなくて、自分が本当にやりたいと思ったことを、自分の理想の自分に近づくためのことであればリスクがあってってそれはやってもいいんだよみたいな感じで、なんだかどんな人になりたいですかっていうことを問われてる感じがしました。でまだそれが自分の中でちょっとはっきりしないというか、いやそうは言ってもそこまでできないしなとか、いやそれはあくまでも夢物語でみたいな、そういういろんな言い訳とかが聞こえてくる感じがするんですけども、いやいや言い訳とかも状況とかそれは置いといて、自分が望むこと、理想とすること、夢を追いかけてよって、そのためにいろんなイマジネーションっていうのは湧いてくるし、ヒントも来るし、そのためにもしかしたらちょっと一時的に置いとかなきゃいけないというか、壊さなきゃいけないものもあるかもしれないけど、だけど相談しながら、いろんな人と協力しながら面白いものを作っていけるじゃないみたいな感じがあるので、その自分が勝手に止めていたこと、いやこの状況ではやっぱそこまではできませんとか、ちょっと自分には贅沢かなとか、そういうふうに止めていたことっていうものを思い切って
チャレンジしましょうみたいな、やるなら今チャンスですよみたいな感じで言われてる気がしました。何かねやっぱりそうなんですよ、これやってみたかったんですよ本当はみたいなことあると思うんですけど、それだけじゃないので、やりたいことっておそらくね、やっぱ家族がいるとか、家族も大事だしとか、なんかお子さんとの時間も大事だしとか、そういうのもあったり、自分の中でピュアに湧いてきてるものに対してもやっぱりそれをどう生かすかっていう、なんか次につながる保証みたいなものがないと自分でそれを許可できないみたいなのがあるんですけど、まだどうつながるか分からなくてもいいから、自分の中に生まれてきたそのバイタリティとか、こうなりたいっていうその思いっていうものを自分がキャッチして、それを自分に許可してあげていいんだよって、その準備をするのが一番この年末まで言われてることっていう感じがしました。いかがでしょうか皆さん。年末までの大きなテーマなのでちょっと仕事とか人間関係では見ないんですけど、もう一つねちょっと違うカードで見てみたいと思います。何に気をつけたらいいのっていうことで、セルフセラピーカードですね。これは双子座の皆さん、何に気をつけたらいいの？ちょっと復習というカードが出ていますけど、復習っていうのは、誰かに本当に復習するとかいうことではなく、その自分を犠牲にすることによって誰かに見せしめているみたいな、あなたのせいで私はこうなんですよみたいな感じで、こう受動攻撃みたいな感じかな。本当に自分で自分を幸せにしてあげるって、その幸せの波動をみんなにお裾分けするわって感じじゃなくて、こんな自分になってしまったのはあなたのせいですみたいな感じで、遠回りな復讐劇というかね、なんかそういう風にしないでねっていうのがメッセージです。だから本当に理想の自分に近づくために自分に許可出していいんだよって、その準備していいんだよっていう風に言われてます。そしてなんかやっぱり選択してねって、自分で選んでいいんだよって言われてる気もしました。そして年末までにそういうことを気をつけることによって何が手に入るのか。アバンダンスということで、豊かさが手に入るよって言われています。豊かさって今の双子座の皆さんにとっては何が豊かさなんでしょうね。何が豊かだと思いますか？一般的にはお金とか愛情とかですけど、やっぱりやりたいことを勉強するとかね、なんかセミナーに行くとか、そういうのも豊かなことだと思いますしね。そして最後もう一枚いきます。ビジョンということで、どこかに向かってますね。やっぱり自分が行きたいところが見えてくるっていうのもあるし、はっきり見えてる人にとってはそこにもう向かっていくっていうのがあるので、何か自分のねやりたいこと向かいたいことに向かう準備ができるんだなって感じがしました。ということで今回ちょっとあっさりしてますが、またね2週間ごとのやつはアップしていきたいと思いますので、何かしら参考になったら嬉しいです。もし参考になったよっていう方は、いいねボタンやチャンネル登録、コメントで教えていただけるとまた次の原動力になります。ということで、ぜひねいい時間をお過ごしください。いい準備期間になりますように。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。